僕は今までいろんなマウスというかポインティングデバイスを試してきていまして、オーソドックスなものがマウスですね。これはゲームでよく使うんで、マウスだけで10個20個買っちゃってるんですけど、とりあえずマウスもいろいろ買ってます。そして、トラックパッド。これはノートパソコンの下についてたりするトラックパッド。こうやって操作するやつと、これも普通に使うように別売りで買ったトラックパッドです。こういうのも使ってみました。そして、こういうトラックボールマウスも使ってみてみました。これが多分一番長く使いましたね。そして、シンクパッド系についてるこのトラックポイント。これもね、ここでマウスを操作するんですが、これもすごい気に入って使ってました。というわけでね、いろんなポインティングデバイスを試してきたわけですが、最近はこのトラックボールをメインに使うことが多くて、すごい気に入って使ってたんですけど、最近買った新しいポインティングデバイスがすごい使い勝手良くて、もう完全にそっちに移行したので、そのあんまり知られてない新しいポインティングデバイスを今回は紹介していきたいと思います。そのポインティングデバイスが、これ。ローラーマウスっていうマウスです。このローラーバーを回してカーソルを操作するっていう、今までにないすごい独自な操作スタイルなんですけど、これを一応買ってみたらすごい良かったと。で、サイズ的にはすごい大きくて、マウスと比べるとこんな感じ。すごい長いんですよね。トラックパッドと、比べるとこんな感じになってます。で、これキーボードの下に、置いて使う前提のポインティングデバイスなので、これ横幅がフルサイズのキーボードと同じぐらいになってるんですよ。ただ、僕が使ってるキーボードは、すごいコンパクトなキーボードを使っていて、これ HHKB なんですけど、このコンパクトなキーボードを使っていて、すごいこの横が余るっていう状況に悩まされてまして、ただこれすごい使い勝手いいんで、もう一本買っちゃいました。それがこれ、ローラーマウスモバイル版ですね。これは Bluetooth で接続できて、機能的にはほぼほぼ一緒のローラーマウスなんですが、これハッピーハッキングキーボードと横幅がほとんど同じで、一緒に使うとすごいスッキリするんですよね。2本ぐらい買ってしまうほど、もうローラーマウス信者になってしまったので、今回はこのローラーマウスの使い方と魅力を紹介していけたらなと思っております。それじゃあね、パッと見てもどうやって使うんだかよくわかんないと思うので、使ってるところを実際に見せていきたいと思います。基本的にはカーソルをこんな感じで動かして使います。このローラーバーを上下に転がすと上下に動きますし、横に転がしたら、横にスライドさせたら横にカーソルが動く感じです。似てるのは、トラックパッドが多分似てると思います。トラックパッドも、こんな感じの操作感になっていて、ローラーバーも同じような操作方法になっていると思います。このデバイスをね、最初に見た時に一番疑問に思うのが、横方向の操作に制限があるんじゃないかと。横にぶつかったらどうするのかっていうのが一番気になるところだと思うんですけど、僕も買う前はこれ横はどうなるんだと思ってたんですが、使ってみると案外大丈夫で、僕の Mac 今モニターが3枚つながってまして、こんな感じで、縦画面1枚、横画面1枚、縦画面1枚と、3枚つながってます。で、解像度がこれメインモニターは3360横幅取ってます。で、他の2枚がフル HD の縦なので、1080かな。1080ですね。1082枚と、3360で5000以上横幅取ってるんで、ウルトラワイドモニターを使ってても、多分ね、ほとんどのモニターは僕より横幅がないと思うんですよね。なので、こんな環境で使っても特に問題はないということで、基本的に横の移動に関しては、あんまり心配しなくていいと思います。具体的にこの横に当たった時にどうなるかっていうと、このもちろん、例えばこのトラックパッドで操作して横にぶつかる状況を作ってみますか。このローラーバーを横にぶつけた状態でトラックパッドを動かして、ここにカーソルを置いてみます。そうするとこう横ぶつかっちゃいますよね。横にぶつかるんですけど、逆側の壁にぶつけて帰ってくれば、リセットされるんで、基本的には大丈夫です。こんな感じ。
右側にぶつかって足りなくなっちゃった時も、一回左側の壁にぶつかって、距離をリセットして帰ってくれば、こんな感じに戻れます。これ、どうやればいいかな。ちょっとモニター3枚も繋がってるんで、ちょっと再現しづらいんですけど、こんな感じで横にぶつかった時は、こうすると対処できますという話です。ちょっと直撮りすればいいことに気づきました。まずは、この状態で、横にぶつけて、トラックポイントで戻すと。で、この状況だと、横にはいけないんですけど、こっち側に行って、ここにぶつかるんですが、この時にローラーはこの位置にあるわけですよ。なので、このままグッと押し切っちゃえば、位置がある程度リセットされて、こんな感じで、左右両方届くように戻ります。で、これはモバイル版はそうなんですけど、この大きい方、フルサイズの方は、ちゃんと横に当たった時のギミックが搭載されてて、ここに、音は入んないか。スイッチがあるんですよね。ぶつかった時にスイッチがここに仕込まれてて、でこの場合はここに当たってここのスイッチが押された時にカーソルが一気にこの右端に飛ぶっていう状態になってるんで、こっちの場合は全然その横の制限で壊るってことは起きづらくなってます。ただ全然このスイッチのギミックがなくても困ってないんで、僕はモバイル版の方をメインに使ってます。こっちの方がね、ここのスイッチが真ん中に来てすごい使いやすいんですよね。で、このローラーマウス、いいところが、このキーボードに手を乗せたままカーソルが操作できるっていうのがすごい、個人的には気に入ってるポイントで、このキーボードから手を離さず操作できるので、テキスト編集がすごいやりやすいんですよね。プログラムもテキストなので、テキストを操作することがすごい多いんですよね。で選択して、コピーだったり、そういう作業をトラックボールだとこう右側に手を動かして操作しないといけないんですけど、この場合はずっとキーボードに手を乗せたまま、テキストも選択できるし、ファイルの操作もそのままできると。というわけで今回はローラーマウスの動画でした。特にエンジニアにおすすめなんで、エンジニアの人、もしくはテキスト編集が主なマウス操作の人は買ってみてはいかがでしょうか。それではまた次回。